はい、キリオです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はエペイオスのファイン&フロードリップケトルシリーズ3種類ご紹介します。最初に紹介するのはファイン&フロードリップケトルスタンダードモデルです。このモデルはマックス容量 900ml で1度単位の温度調整が可能です。特徴としてはシンプルなボタン配置と直感的な操作が可能になるダイヤル式を採用しているところです。本体のデザインはこんな感じ。ハンドルも握りやすいといえば握りやすいです。ベース部分はこんな感じ。ディスプレイ部分のアップです。操作方法はまず電源ボタンを押すとディスプレイが表示されます。で、隣のボタンはホーンボタンです。上が現在温度、下がセットする温度。で、温度のセットはこのダイヤルを回すと上げ下げができるのですごく直感的に操作が可能です。95度ぐらいにセットして。で、隣のこのボタンはタイマーボタンで今カウントダウンして、ここからカウントアップが始まって、コーヒーのドリップする時の時間の目安になるようです。で、一番左のボタンが摂氏と華氏を切り替えるボタンですね。それ簡単でしょ？じゃあ実際にお湯が沸く時間を計測してみます。今水温は10度、95度にセットしました。10度の水が95度で沸くまで何分かかるか計測してみましょう。スタート。はい、今沸き上がりました。じゃあ注ぎの状態を見てみます。おじさんあんまりうまくないんですけど。湯量のコントロールは結構しやすいです。点滴。おじさん点滴ドリップあんまりやんないからね。こんな感じかな。点滴から細出し。結構切れもいい方だと思います。それでね、何気におじさん、このドリップケトルが初めての電気式ドリップケトルなんです。それまでおじさんずっとですね、このカイコっていうメーカーのホーローのドリップケトルをずっと使ってたんですよ。で、それで特に不便も感じなかったので、注ぎやすいし、電気式ケトルは特に買わないでいたんですけど、去年の暮れにエペイオスさんからお話いただいて、でこのドリップケトルを送ってもらったんですけど、やっぱり便利でしたね。温度調整ができるっていうのと保温ができるっていうのはすごく便利だなって思いました。他の電気ケトルを使ったことがないので、他の電気ケトルとは比較できないんですけど、劇的にワークフローが楽になりました。特におじさんフレア58とかスーパーコップとかエスプレッソマシン使うんで、
パック準備終わってからすぐ設定した温度のお湯を入れられるっていうのは便利だなって感じました。でこのモデルの一番おじさんが気に入ったところは、やっぱ温度調整がダイヤル式でこう直感的に操作できるっていうところが一番これ便利だなって思いましたね。お手入れも楽。蓋を開けて、下の方まで拭けるので、使い終わった後すぐにきれいに拭けるっていうのは毎日使う道具としてはいいなって思いました。それでおじさんがちょっと気になった点もあって、1点目は満水に近い状態でお湯を最初に注ぎ始めの時にちょっとナーバスかなって感じました。自分が思ってるよりも勢いよく出過ぎちゃう時がある。単純におじさんの注ぎが下手とか慣れの問題なのかもしれないですけど、意外に最初の湯量が多い時のコントロールがちょっとナーバスに感じました。あともう一つはネックの形状なんだと思うんですけど、ドリッパーの縁にぶつけちゃうことがある。今までおじさんが使ってたのはこういうストレートのネックなので、こういう感じで注ぐんですけど、これがね結構ネックが立ってるんですよ。だからこの辺はいいんだけど、ドリッパーに近づけてお湯を注ごうとすると反対側に行くとカツンってぶつかっちゃうんだよね。だからあまりお湯を注がないで、要は勢いを殺して倒さないで反対側に行こうとすると、この辺だと完全にぶつかっちゃうんで、かなり上げなきゃいけない。でも勢いを殺したい時ってあるじゃないですか。下に下げたい時。その時にカツンってやっちゃうのが結構多かったので、そこが気になった点。あともう一点は、このハンドルのね、見えるかな。ハンドル、樹脂製なんですけど、樹脂と樹脂の結合の本当に細いヘアラインがあるんですよ。ヘアラインって細い線ね。すんごく髪の毛みたいな。そこが握るときにちょっと気になっちゃう。だから毎日使う道具なので、手に触れる部分の質感っていうところではちょっと気になったかな。ただ値段なので、そこはコストとの兼ね合いもあるのは十分承知なので、ただね、エントリーモデルとしてはすごく出来はいいかなって思います。次に紹介するモデルは、今おじさんがメインで使っているファイン&フロードリップケトルアートデパリス限定モデルです。シャノワールっていうイケてるデザイナーさんとコラボレーションしたモデルになってまして、見ての通りかなり攻めたデザインのドリップケトルになってます。で、スタンダードモデルと比べて何点かアップグレードされてる点があるので、それも説明したいと思います。で、特徴としては、まず外見のデザイン、シャノワールとコラボのデザインになります。一応ね、黒猫という意味がシャノワールっていうのはあるらしくて、でアート・デ・パリスっていう名前の通りオフランスな感じの、デザインになってます。ポップなデザインですね。結構遊び心があっておじさんは気に入ってます。それでアップグレードされた部分をまず最初に簡単に説明すると、本体部分で言えば蓋がオールステンレス製のより密着性の高い蓋に変更されました。あとはグースネック部分の先端のノズル部分が少し延長されて、お湯のコントロールがしやすくなってます。あと、ベース部分でいうとディスプレイが大型化されて、温度調整がスタンダードモデルは1度ごとなんですけど、このモデルから 0.5 度ずつの調整が可能になってます。外観デザインはこんな感じです。エッフェル2ですよ。これ攻めてるでしょ、このデザイン。クセ強デザインですよね。蓋はこういう蓋に変わってます。ハンドル部分がね、金属パーツと非金属パーツと2つ付属してるんですけど、金属パーツに交換することが可能になったので、すんごい質感が良くなりました。とても握りやすいです。
先端部分ですね。デザインは好き嫌いがはっきり分かれるような感じですけど、おじさんはね結構気に入ってます。あんまりこういうのね使ってる人いないんで、特徴があっていいなと思います。左がスタンダードモデル、右が限定モデルの蓋です。違うでしょ？こっちの限定モデルの方がすごく蓋の閉じた時の密着度が高いです。あとはハンドル部分ですよね。こうした方がわかるかな。全然グリップのところの握りの厚みが違うので、握った時にすごく収まりがいいです。で握って注いで傾ける時に全然バランスが全く違います。すごくいい。あとはノズルの先端形状ですね。先端部分が前側に延長されて角度が緩やかになったので、さっきスタンダードモデルの時におじさん言った一番最初の注ぎ出しがナーバスだっていうところがかなり改善されてます。注ぎやすくなりました。この変更はねすごく大きい変更です。それとディスプレイ部分もかなり大きくなりました。大きく見やすくなりました。全然違うでしょ、大きさ。操作方法はねスタンダードモデルと基本的に一緒です。電源ボタンを押すとメーカーロゴが出てきます。でこのモデルからカラー液晶になりました。すごく見やすいです。で隣が保温ボタンで、こっちがさっきも言ったカウントダウンからのタイマーで、端が静止と可視の切り替えで、0.5 度ずつ調整ができるようになってます。それじゃこれもね95度までの沸かす時間を計測したいと思います。こっちはですね水温がちょっと高いかな、さっきより 12.5 度になってます。それじゃあ始めます。スタート。はい、今沸き上がりました。それじゃあ注ぎ見てみましょう。適ドリップなんかもねやりやすくなってますよ。全然スタンダードモデルよりキレもいいしね、注ぎ始めもスローからすごいコントロールしやすいです。全然違うでしょ、スタンダードと。すごくいいですよ。まあね、このアート・デ・パリスはデザインがねはっきりと好き嫌いが分かれるようなちょっと癖の強いデザインなのであれなんですけれど、やっぱスタンダードモデルと比べてアップグレードされた部分が使い勝手に関係する部分が改良されているので、これはデザインがね嫌でなければこのモデルは結構おすすめなモデルです。富士山もこれが来てからはずっとこれをメインに使ってる感じです。最後に紹介するモデルはバリバリの新作、撮影日の今日の午後販売になるファイン&フロードリップケトル LUX600 というモデルです。でこのモデルは大きく改良された点があって、まず一つは名前の由来になっている最大容量がスタンダードモデルの 900ml に対してこの LUX600 は 600ml になってます。で理由はより
注ぎやすさを追求したコントロールを追求するために軽量化も兼ねて 600ml に、容量を下げてます。本体はオールステンレスになりました。でこれは保温性の向上のためにオールステンレスを採用しています。オールステンレスになったことで重量増が懸念されるんですけれど、これは600ml に容量を下げてボディ本体をシェイプしているので重量自体は変わりません。むしろ 10g 少なくなってます。でその他の改善点としては、蓋もアートデパリスと同じステンレス蓋を採用で、ディスプレイも同じく大型ディスプレイを採用してます。もう一つの大きな違いはグースネック自体が全く新規設計になりました。グースネックが前方に延長されて、おじさんがさっき説明した注いでる時低く注ごうとするとドリッパーの縁に当たってしまうっていう、それを解消するためにグースネックが前方にかなり延長されてます。それともう一つはグースネックの穴の径が細くなってます。これはより繊細なコントロールを可能にするためにスタンダードモデルなんかと比べてかなり細くなりました。本体のデザインはこんな感じです。この柄とは違うもう一つのデザインがあるみたいですね。蓋を外すとこういう感じ。ハンドル部分も言い忘れましたけど、アートデパリスと同じ構造になっているので、すごく握りやすいです。ネック部分を比較するとこんな感じです。全然違うでしょ。すごく延長されてます。ノズルの前端部分も全然違うよね。操作方法はエペイオスのドリップケトルは全部共通なので、まず電源を入れる。で、こっちが保温ボタン。で、こっちがおなじみのタイマーモードボタン。で、摂氏と可視の切り替え。で、温度調整はダイヤル式。0.5 度刻みになってます。それじゃあね、LUX600 も600ミリ満水までどれぐらいで沸くか計測したいと思います。で、この LUX600 のもう一つ大きな特徴は温度で水玉模様の色が変化します。ちょっとやってみましょう。今、水の温度は12度になってます。スタート。はい、沸きました。どうですか？色変わりましたよね。だからなんだって言われればあれですけれど、すごく可愛い水玉模様で、いい年したおじさんには似合うかどうかあれですけど、若い人なんかにはね、いいかもしれないですね。ちなみにね、うちの奥さんは可愛いっつって気に入ってました。それじゃあね、注ぎを見てみましょう。一番大事なのはね、注ぎがどうかですからね。これはね、もう超コントロールしやすいですよ。真下に落ちるし、有料もすごいキレもいいね。下手くそなおじさんでも点滴ドリップすぐできますからね。これはすごい。全然違うでしょ、さっきまで。ほら、練習してないのにすぐできる。これはね、すごい。色が変わるなんていうより、注ぎがすごい。おじさんの正直な今の感想を言うと、この LUX600 についてはいいです。すごく。個人的にね、デザインがどうとか、
色が変わる部分がどうとかそういうのを置いといて、ドリップケトルとしての基本性能がすごく高いと思う。おじさんは言った通り他の電気式のケトルは使ったことないんですけど、おじさん使ってたカイコっていうドリップケトルは放浪のすごくいいドリップケトルなんですよ。正直かなり高性能なんです。そのカイコと比べてもこの LUX600 の注ぎに関してはすごくコントロールしやすい。個人的におじさんがデザインが好みかどうかっていうのを別にして、フィルターコーヒーはもう今日からこれがメインにします。おじさんは全然違うから。エスプレッソとかはねアート・デ・パリスでやると思うんですけど、ただ注ぐだけなんで、フィルターコーヒーハンドドリップに関してはもう今日からこれにします。本当に注ぎやすい。今ドリップケトルのね購入を考えている人がいて、例えばエペイオスのスタンダードモデルどうかなって思ってる人がいたとすれば、もし本格的にドリップコーヒーやりたいなっていう方だったらこっちを選んでた方が幸せになれると思います。なぜならもうぶつからないの。任しちゃったね。奥まで行くからさ、本格的にやりたいっていう人はこっちを選んでた方が幸せになれると思います。エペイオスファイン&フロードリップケトル3モデル紹介いかがでしたでしょうか。おじさん的にはね、やっぱり結論としては最後の新しく出た LUX600 ですか。これはね注ぎやすい。本当に下手くそなおじさんが言うんだから間違いないです。実際に注いでみてね、動画見てもらっても分かる通り本当にコントロールはしやすかった。あとはね、個人的にはね、こういうおじさん世代がね、持っても、似合うような、ちょっとシックな色合いのやつなんかを今後バリエーションで増やしてくれたら最高かなっては思いますね。正直なところですよ。質問等ありましたらね、お気軽にコメント欄の方にお願いします。一応ですね、プロモーションを含むビデオなので、思いっきり答えづらいような質問はやめてください。おじさん別に忖度はしないですけど、その辺は察してください。答えられる範囲でね、お答えしますんで。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回違う動画でお会いしましょう。